UFO が墜落してその中に入ったっていう話を聞いたんですけれども。そうです。原水爆の開発やめて宇宙人との交信を突然言い始めた方なんです。 UFO を信じるやつはバカなんだと。つまり空軍よりも CIA の方が立場上という。 UFO は今から5万年以上前から地球にやってきているエイリアンの種類とかそういうこととかは書いてあるんですか？あります。ちょっと俺そこら辺知りたいんですよね。こんにちは、榊原俊彦です。高野常泉さん、これから出てきてもらいますけれども、少しだけ説明させてください。もともとは日本テレビの放送作家でございました。 11PM やら八尾純一の UFO 特集、子供の頃なんかすごい好きで楽しく見ていた作品でございます。その後ですね、お父様の、白衣にあるお寺を継ぐことになり、で住職になるんですね。それで住職になったんですけれども、そこからまだちょっとなかなか檀家さんとかの集まりが悪いということで市の職員になり、そこで市長に気に入られて白衣、コスモアイル白衣 UFO 博物館というのを作ってですね、で先日私も行ってきたんですけれども、ハリボテのロケットとかそういうのが置いてあるのかと思ったらですね、本物の NASA のロケットやら、あとはソユーズであったりとか、そういうものが全部本物が置いてあって驚いたんです。じゃあなぜそんなことができたのか。彼が高野常泉さんがアメリカの宇宙開発の人間たち、重鎮たちにどれだけの信頼を得ていたのかという証拠です。そこでいろいろな話を聞いたときに、これはもっともっと世の中にお話ししなければいけないのだろう、そういうふうに思って対談を企画させていただきました。それでは高野常泉さんを呼びたいと思います。どうぞ。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、高野常泉さんです。もう一度大きな拍手を。よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきました高野と言います。まずこういう席にですね、私ごとき人間を呼んでいただいて本当に感謝申し上げております。なんで僕はその UFO の問題について、あるいは深くですね掘り下げようと思ったのか。この問題がですねたわごとじゃないっていうことを知った時からなんですね。でなんでそう思ったのかっていうことをですね、直接いろいろ見ていっていただければなと思います。UFO って言いますけども、そもそもこれは何かというとですね、アメリカの空軍の軍事用語なんですね。いるかいないかわからないものを UFO と言ってるのではないんです。高度な飛行特性を有しており、我々地球上の人類が預かり知らない航空物体のことで、自然現象ではないとですね、空軍規定に書いてあるんです。ちゃんと UFO はじゃあ自然現象ではないという。いや、ないって書いてあるんですよ、最初から。だからこここが大きな間違いなんですね。でよくジャーナリストとかがやっぱり UFO なんです、いるかいないかわからない未確認の航空物体のことですから、なんていう言い方をする人がいるんですけど、アメリカの空軍の規定は違うんですよ。その辺の出発点からまず違うんですね。ちょっと歴史を振り返ってみるとですね、1947年から有名なロズウェル事件が起こりました。そして1969年でですね、アメリカの空軍は UFO の調査研究から手を引きますという発表をですねしたんですね。69年に69年の12月をもって、もう UFO いないことが分かりました、国の安全保障にも関わらないことが分かりました、科学的な根拠証拠はどこにもありませんでしたと言って、だから私たちは手を引きますと言っていたんですね。で僕が着目したのはどこかというと、ここに書いてあるエドワード・テラーっていう科学者。エドワード・テラー、グラッジ計画、ブルーブックから除いて全ての極秘の計画に全部関わっていたっていうことが分かったんですね。はい、直接本人に聞いたことあります。あったんですね、直接。はい、このエドワード・テラーっていう人はまた別にですね、他のことでも有名なんですね。はい、水爆の父と言われています。そのエドワード・テラーに仕えていたチームリーダーがフリップ・モリソン博士なんです。これ真ん中の常泉さんで。私です。赤の他人になって見えますけど、でこれがエドワード・テラーですね。僕なぜこのチームリーダーにお会いしに行ったかというと、原水爆の開発やめて
宇宙人との交信を突然言い始めた方なんです。原水爆とかを開発とかそういうのをしていて、科学の推移なのにもかかわらず、そんなあるかないかのものに走ったっていう世間の認識っていう感じで。いや、もう原水爆の研究開発には成功してるんですよ。原爆も成功したし、水爆も成功してる。でもそのチームリーダー辞めてですね、突然ジョゼッペ・コッコーニ博士と地球外知的生命との交信に関わる科学論文を急に出し始めるんですね。おかしいと思いません？今まで原爆水爆を作っていたチームリーダーですよ。米作りしてたのに漁師になっちゃうみたいな感じですかね。どうして急に心変わりされたんですかスルーされちゃったっていうのを直接本人に聞いたんですよ。僕はそこはどうしても納得いかなかったんです。原水爆のチームリーダーが急に宇宙人ですよ。心変わりをさせる要因は一体何があったんですかっていうところを根掘り葉掘り気に入ったんです。それはなんてメッセージが入ってきたんです。これはテレパシックなものですね。これがセティの始まりなんですよ。ジョセフさん、はい、俺が挨拶がまずすごい硬い挨拶しちゃったんで、いつもの調子じゃなくなっちゃってる感じがするんで、もうちょいフランクに喋ってもらって、全然いいです。なんか今学会の発表みたいになっちゃったここに変な公開された公文書ってあるんですね。アインシュタインとオッペンハイマー、このオッペンハイマーは先の原爆の開発、最近映画にもなって、オッペンハイマー、はい、この文章は何かというと、アインシュタインとオッペンハイマー2人が政府に対して UFO に攻撃してはならぬと連名で出してるんですよ、これ。しかもですね、彼らのために植民地を作ってやんなきゃいけないと言ってるんですよ、地球上に。そうなんですか。そういえばアインシュタインってロズウェル事件の時に UFO が墜落してその中に入ったっていう話聞いたんですけれども。そうです。やっぱそうなんですか。間違いない、入ってるんですよ。これ秘書が証言してるんですよ。彼女が死ぬ間際にですね証言しました、アインシュタイン博士は墜落した UFO の残骸の中に入りました。で、博士が一番関心持っていたのはその推進原理と構成する金属です。で、今日見たことに関しては一生黙っていなさいと言って私は釘を刺されましたっていうのはショーリー・ライトですね。彼女が亡くなる直前ちょっと前にですね証言しちゃったんですよ。録音テープが世の中にね流出して出回っちゃったんですよ。ちょっと質問なんですけども、アインシュタインが入った時に、脳髄にダイレクトにその言葉じゃなくて理解できるように来るって 7,8 体その宇宙人が倒れていったんだけど1体だけ生きていて、そこからこうメッセージがドーンと来たっていう話。これは秘書のシェリー・ライトが、ロズウェルの、今でいうライト・パザーソン空軍基地ですね、そこから約80キロぐらい離れたところに、エイリアンだけを集められた、病院施設ですね、があって、その中で生きてる1体に彼女があったって言うんですよ。で、直接こちらから話しかけようとしたけど向こうから話しかけられてきたって言うんです。で、しかも流暢な英語なんですよ。そうなんですか。しかもこう言葉、要するに音ではないですね。脳の後ろぐらいから声が聞こえるんです。ここにいるのにここの辺から声が聞こえる。これはアブダクトを受けた木村明則さんの現象と同じですね。木村明則さんって奇跡のリンゴの無農薬でリンゴを作られた。無農薬無肥料ですよね。仲良いというようなお話。めちゃめちゃ仲いいですね。この間もなんか新橋で飲んでたっていう話聞きましたけど。新橋っていうかですね、かつて新橋で飲んでいた時に奇妙な先生にお会いしたんですよ。日本人の科学者です。これ後でちょっとお見せしますけど、実際その地球製の UFO が飛び上がる瞬間をですね目の当たりにしている日本人の科学者がいます。わざわざ見せてるんですよ。で、そもそもその UFO の情報っていうのはここに書いてあるんですね。国の安全保障に関わるような情報は一般公開しないとここにはっきりもう書いてあるんですよ、最初から。プロジェクトブルーブックってこれ表に出るような情報ですね。それは安全保障に関わらないような UFO 情報は全部出したんです。安全保障を脅かすような UFO 情報は一切出しませんでした。この中にはっきりこう書いてあるんですね。だから今
アメリカで ARO っていうですねセクションができて、全方位的にですね全てのドメインに対しての UFO 情報をここで公開しますなんてやってるんですけど、安全保障に関わるような UFO 情報は一切出てきませんよ。そんな簡単に出せるもんじゃないです。この蝶ネクタイをした紳士いますけど、この人は元 CIA の職員です。CIA なんですか？はい、ここに書いて名前出てくる人です。FC デュラント。これ何したのかというと、全米の国民が UFO 情報や UFO から関心を低下させるための社会心理戦略を組んだ報告者ですよ、この人。ロバートソン博士を中心にしてですね、いろんな教育プログラムを考えた社会心理学者も集まって、何十人も集まってですね、感謝祭からクリスマス過ぎて年明けまでホテルで缶詰で作るんですよ、この戦略を。僕は直接ですね、この FC デュラントさんに、どうしてこれをこんな緊急事態で、しかもサンクスギビングで普通休みますよね、どうしてこんな戦略を CIA が作ったんですかっていうことを直接聞かせてくださいと言って、自宅を仕掛けたんですその時の写真です。ずいぶん若いですこれおいくつぐらいの時ですか？30代ですね。ちょっと気になったら全部直接本人に聞きに行かないと気が済まない。そうです。伝聞状態や本で書いたことは信用しないんです。もう英語も全部堪能で。そんなに堪能じゃなかったですね。ペラペラでしたねペラペラだから薄いペラペラの状態です。とにかく不思議でならなかったんですよ。なんでアメリカの国民から UFO の関心を低下させる必要性があったのか、でやっぱりその本質に当たってほしくはなかったっていう、全米そのものがですねパニックに陥るのを何としても阻止したかった、そういう思いなんですよ。だから UFO を信じるやつはバカなんだという戦略をこれ打ち立ててしまったんですね。アカデミックな世界も全部含めてそういう教育をしよう。だからここにエデュケーショナルプログラムって書いてあるんですよ。まんまと引っかかってるんですね。これ多分テストしてるんだと思うんですよ。オーソン・ウェルズが UFO 来週っていうラジオドラマをやったことがあって、あの時に実はアメリカ市民はもう本物が来たんだって大パニックを起こして大変なことになったっていうのが、多分それサンプルになってるんですよね。あれは実験ですね。どういうふうなその心理現象を起こすのかということを社会的な実験やったんですね。だって空に目がけたライフル撃つんですよ。69年に一応先ほどのブルーブック計画が閉鎖される、その元になったのはですねこの本なんですね。これはコロラド大学が書いたですねコンドン委員会でコンドン博士を中心にして作った科学論文の調査報告書なんですよ。この4分の1、UFO は実在しますと書いたんですよ。この最初の冒頭の挨拶ご覧いただいたように、我々の調査研究では UFO はいないということが立証されましたので書いてあるんですよ。これ本おかしいでしょ。1000ページぐらいあるんですよ。実は冒頭の結論と勧告っていうのは最初から書かれてたんです。似た話が日本にもありますね。新井白石とジョバンニ・バチスタ・シドッチっていうのが宣教に来た時に、全部日本語で書いたやつに私はそうは思わないって新井白石が全部書いて、それが聖書の元になったっていう時とほぼ同じだった。この報告書が出される前に結論と勧告が先に書かれてたんです。これ科学論文じゃないですよ。この背景が後で分かった何かというと、アメリカ中央情報局ですね、が手をちゃんと先に回していて、結論と勧告をコンドン博士に先に書かしていたってことが実は後で判明するわけです。そういうからくりを知らないとですね、日本の駅弁大学の先生なんかが、この中で書いてるように UFO は国の安全保障を脅かすもんじゃないし、他の惑星から来たっていう証拠はどこにもないんだよって言っちゃうんですね。でなぜならばこれにちゃんと書いてあるからと。これ嘘ですから、危険は地球ではないとはっきり書いてある。だからこれが実は嘘くさいんですね。69年でやめたはずなのに、これ年代見てください機密扱いにしてなお続いてた。ここが問題なんですよ。70年代入って秘密扱いしてやってたんですよね。だからおかしいんです。米空軍、UFO の調査権限が CIA に奪われた。取られちゃったんです。1969年の12月をもって空軍は調査権を
CIA に取られちゃったんです。その時短打踏んで悔しい様子がこのリポートにちゃんと出ています。CIA は UFO というかエイリアンというか、やっぱり軍用にこう転換できるとか、そういうこと考えてたってことですか？米空軍には任せておけないと CIA が判断したんですね。あなた方の能力だとこれ収めることができないでしょ、戦略も作ることもできないでしょ、対外的な他の国を相手にしてこれを米空軍として隠し通すことができないんじゃないかと、お前らでは能力役不足なんだ、俺らに任せろと言って取っちゃったわけですよ。つまり空軍よりも CIA の方が立場上という考えです。一切の権限剥奪されたとこの中にちゃんと書いてあります。だから今度やるときには、調査を再開するときには二度と奪われないようにしないといけないと書いてあります。CIA やっちゃうからやっちゃうこれちょっと着目してもらいたいのは何かというと、これアメリカの空軍士官学校で使ってる教科書なんですよ。僕これ見てずっこけたんですよ。宇宙科学入門第2巻アメリカ空軍士官学校アカデミーですね。上に上り詰めていく関係者の出るアカデミーですね。33章全部が UFO について書いてあるんですから、33章のこの結論カンクルージョン、これ見てくださいよ。なんて書いてあるか。UFO は今から5万年以上前から地球にやってきているエイリアンがコントロールして我々の地球にやってきてる乗り物だとここにはっきり書いてあるじゃないですか。士官学校のこの教科書には例えばそのエイリアンの種類とかそういうこととかは書いてあるんですか？あります。ちょっと俺そこら辺知りたいんですよね。最近このジョーセンさんと対談するってなったらUFO 特使みたいな人たちからですね、私はなんとか星から来ましたとかっていう人から結構連絡来るんですよ。怪しい、病院へ行かれた方がいいような人だこれはですね、この教科書の次のフレーズなんですね。少なくとも3種類と書いてあるんですよ。Maybe for different groups 書いてあるんですよ。4種類の異なったエイリアンのグループがすでに地球にやってきていることを示唆していますと教えてるんですよ、ここに。議会や大衆、国民に対してあんなもんいるわけないじゃないですか。でも教科書では実に不愉快だけど今から5万年以上前からエイリアンがやってきてんだって教えてるんですよ。二重構造なんですね。プロの軍人としたらとにかくこのことだけはよくあんたたち覚えておきなさいよという自然ですよ。どうしてこの数字出てきたんだと思います？なんで5万年以上前か分かるかってことですよね。そうです。その場所やその時代にあってはいけないものがあったからですね。いわゆるオーパーツっていう。そうです、オーパーツ。これ隠されています。で、先ほどの FC デュラントさん、彼は CIA の次にどこ行ったかというと、スミソニアン博物館の館長ですよ。スミソニアン博物館って言われてもおそらくなんとなくピンときてないんで、どれだけすごいかちょっとジョーセンさん教えてもらっていいですか？スミソニアン博物館にはいろんなその分野があって、航空宇宙の歴史だとか博物館の中にあるんですね。中に置いてあるものは全部本物なんですよ。でもう一つバックヤードにあるものがあるんですね。北米大陸の中から見つかった巨人族の骨だとか遺骨遺品があるんですよ。巨人族っていますか、ネフィリムっていますかって言われた時、スミソニアン博物館あんなもんいるわけないじゃないですかって答えてます。じゃあなぜバックヤードにあるんですか？要するにアカデミックの世界の頂点というか、そこが窓口なんですね。そこの館長を元 CIA の職員がするんですよ。意図分かりますか？科学ではないんですよ。都合の悪いことは全部伏せてしまう。つまり世の中をコントロールしやすいことですよね。そうです。おかしいですもんね。ネフェルムの話も聖書とかにも出てくるし、出てきますよ。だってね、ダビデが倒したゴリアテなんていうのは3メートル以上あって、やっぱ巨人族だっていう話も書いてあるし、でこのよくのことは昭和54年の5月1日にですね、 OSI Office of Special Investigation、アメリカの空軍特別調査部っていうところのアーネスト・ミヨジ山田さんと言います。日系2世なんですよ。その方が防衛省に来られて、これブリーフィングやった時のメモなんです。一時 CIA からの申し入れで中止されていた米空軍による UFO の情報の収集が再開されたっていうんですよ。これは表向き国連の要請に基づいてもされてるが、実際には、ね、The Actual Reason、 これカセットテープにあるんですよ、実は。僕この生のテープ聞かせてもらったんですよ。そしてここ興味深いのはここですね。原型に近い
これはほぼ損傷のない UFO の墜落があったということが発覚したからだって言ってるんですよ。近いうちに大きな問題となるので今の力を関心を払っておきなさいと言ってるんですよ。でその時に質問があるんですよ、はい、航空自衛隊は UFO を専門に取り扱うセクションはあるのかと。この時じゃないとはっきり答えてるんですよ。この次のページの参考資料がおかしいんですよ。みたいですね。楽しみですね。エイリアンの死体がどこに置いてあるか書いてありますね。これエイリアンの死体の保管場所まで。ケープカナベラルにあるもう今使っていない施設にエイリアンの死体がある。この情報は TB4、はい、4チャンネルですよ。八百さんがやってた番組と内容が同じだと。これは本当のことだと言ってメモってるんですよ。TB4 っていうのは日本テレビってことです。ジョーセンさんが放送作家で書いてた番組のあれと同じだったっていうことを軍が認めたっていう参考資料としてこれ出されてですね、もともと香川県連の自民党の方に回されてきたものなんです。発端となったのはこの皆さん知ってるロズウェル事件ですね。1947年僕はその現場まで行きました。これ現場なんですよ。今観光でそのロズウェルの現場行きたいというとここへ連れてかれません。別の場所へ連れてかれるんです。あ、そうなんですか。本当の場所はここなんですよ。これよく見てほしいんです。円形になってえぐれてるでしょこれ、他は全く真っ平らなんです、はい、ここの一箇所だけが何かぶつかってえぐれたような跡になってるんです。一番高いところは5メートル以上ありましたね。みんなフラットなんですよ。でもこの一角だけがもうものすごいなんか圧力が加えられて、僕は上から指さしてるんですけど、きれいにこう円形状にものすごい巨大な穴っていうかへこみがあったんですね。ここに本当に落ちたんだよと。ここを教えてくれたのはジェシー・マーセル・ジュニアとですね、はい、ウォルター・ハウトさんっていうですね、はい、このロゼル事件を真っ先に報じたロゼル陸軍航空隊の広報担当官です。彼らにこの場所を教えてもらったんです。その時に高野、後々この場所は隠蔽されるかもしれないと言われたんです。ここじゃない場所に、はい、今建て看板立ってるんですよ、ローズウェルインパクトサイト。ここじゃありませんから。あれちょっと質問なんですけれども、はい、ロズウェルのさらに5年前にも UFO が実は墜落してたっていう話を聞いたんですけど、1930年にはイタリアです。あ、そうですか。その前にもありますよ、米国内で。当時はトラクターかなんかのが破損したぐらいしか持ってないですから、アメリカ国内であったやつ、はい、それほど着目されなかったんです、はい、で中にあったですね、いろんなものをですね、クリスマスツリーの飾り物に使ってるんですね紫色の本当に細い金属なんですよ、ツリーの飾り物に使えるといって奇妙な光沢の金属をですね実はその UFO の中から引っ張り出してるんです。もう一つ驚いたのはカナダ政府の文書なんですよ。カナダの在アメリカ大使館が本国に対してですね A、B、C、D と4つ報告してるんですね。これはオリバート・スミスっていう通信機関ですね。ここに書いてあることはとんでもないこと書いてあるんですよ。空と弁板実在しますと書いてある。このこと自体が水素爆弾よりも情報自体がランクが高いですと書いてあるんですよ。もうトップオブシークレット。そうです。水爆の作り方よりも高いんですよ。でさらにその推進原理に関してはまだよく分かってないんだけど、バニバブッシュ博士を中心とした小グループの科学者で研究されていますと書いてあるんですよ。でこのこと自体が、合衆国政府にとってみたら途方もなく意義のあることだというふうにされておりますというカナダ政府のですね内部資料ですね。カナダにはちゃんと報告はされてます。隣同士だからといってもそんなに情報共有をねしてるなんて実は思ってもみなかったんで、今驚きがすごいですね。込み上げてます。肝心なところは出さないですよ。残骸。月はエイリアンの前哨基地になってる可能性が濃厚。来年の7月5日松原照子さんうちのお寺来られてない米軍の UFO はもうあります。これは飛んでますね。